皆さんこんにちは、日月美和です。今回は岩絵の具の使い方についてご紹介しようと思います。岩絵の具というもの自体については前回の動画でご紹介したので、岩絵の具自体に関する知識がないという方はまず前回の動画を見てみてください。この動画では岩絵の具の解き方や使い方にフォーカスを当てていくので、今回も前回同様に私が一つ小さい絵をこの岩絵の具を使って描いていくところをお見せします。なので岩絵の具を使った制作の参考にしてみてください。というわけで、それでは早速始めていきましょう。まずは絵の具を溶きましょう。必要な岩絵の具を絵皿に出します。絵の具は1皿1色ずつにすると使いやすいと思いますが、複数の番号種類を混ぜることも可能です。私は加減がしやすいのでいつもハーゲンダッツのスプーンを使っています。必要な量が出せたらにかわを加えて溶いていきます。特に決まりはないと思いますが、これぐらいの絵の具の量の場合、私はまずにかわを 2,3 滴加えてなじませていきます。絵皿を回すのは絵の具をまんべんなく溶くための私の癖です。にかわと岩絵の具がしっかり混ざったら水を加えて好みの加減にします。当たり前のことではありますが、水をたくさん加えてしまうとにかわが薄まってしまうので、水を足したら少しにかわも足すということを心がけてください。それではもう一度。まず必要な量の岩絵の具を絵皿に出します。水平絵の具のようにすりつぶす必要がないので、袋から出してすぐに溶くことができます。にかわを数滴加えたら乾いているところがなくなるように指でしっかりなじませていきます。この作業を指ではなく筆でする方もいるとは思いますが、指で溶いた方が粘り気や水加減をつかみやすいと思います。好みの硬さに溶き上がったら、これで絵の具として使う準備は OK です。今回も前回と同じこの琉金を塗っていきます。岩絵の具の場合もこれまでと同様に、まずは薄い色から塗り始める方が描きやすいと思います。つまり初めは白に近い絵の具から使い始めると描きやすいということになります。白の絵の具は少しの量でとても伸びるので使いやすいですが、そればかりで描いていても深みが出ないので、少しずつ粗い絵の具を使っていくようにします。今塗っているオレンジや緑は白と12番を混ぜたものです。今回は薄塗りを意識しているので絵皿の絵の具の量が少ないですが、本当はもう少し多いめに溶いた方が描きやすいと思います。薄めに塗っているからというのもありますが、岩絵の具はその特性上下の層が透けやすいので、まだ初めにした骨書きの線がはっきり見えています。もちろんもっと重ねていくと見えなくなっていきますが、5分や水平絵の具ほどのカバー力はないので、たくさん重ねても色が濁りにくいです。少しずつ濃い色も加えていきます。葉っぱの部分も濃い色を加えます。先ほどもお話しした通り、岩絵の具は重ねても色が濁りにくいので、複数の種類や番号を重ねると絶妙な色合いを出すことができます。描き込みが進んで粗い絵の具が重なっていくと、日本画独特のザラザラとした画面になっていきます。動画では伝わりにくいかもしれませんが、一見水彩画のように見えても、岩絵の具にはこの粒子がある分、物理的に画面が分厚くなるというわけです。
最後に5分でくっきりさせたい部分を描いたら完成です。出来上がったのはこんな感じです。ちなみに絵の具の部分を拡大するとこんな感じです。ザラザラした粗い岩絵の具が見えると思います。はい、というわけで岩絵の具の溶き方使い方についてご紹介しました。岩彩から一つずつご紹介してきた日本画の絵の具もひとまずこれで最後です。鉄鉢、水火、岩絵の具と少しずつ扱いが難しくなってきてはいますが、それぞれにとても魅力のある絵の具だと思うので、少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。今後も日本画の描き方に関する動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。